本日はですね、わかるかな、こちらに映っているこれらの材料を使って絶品五目おこわ作っていきたいと思います。でおこわって言ってるんですけれども、普通にもち米なしで炊き込みご飯として作っても全然大丈夫です。そっちもね美味しいので、僕はただもち米が好きなんで今回はおこわにしていこうかなと思います。で今回用意した材料は人参3分の1としいたけじゃないや舞茸1パック、しいたけ4個に鶏肉ももでも胸でも大丈夫です。こちら 200g、 ごぼうと刻みってなんだ、油揚げの刻んであるやつ、もともと刻んであるやつで、これ油抜き不要のやつですね。こちらを買ってきました。じゃあやっていくんですけれども、今回はこちらお米ともち米2合2合の合計4合にして、今ちょっとお水浸るかなぐらいのお水につけてます。で30分ほど吸水させてます。それくらいやれば大丈夫です。はい、じゃあやっていきます。まずはもう全部一食体にしちゃおうと思ってるんで、まず舞茸は適度に手でほぐして1パック分全部入れちゃいます。でちなみにあれね、五目って言ってるけど、別に五目って5種類って決まってるわけじゃないからね、たくさんのいろんな食材を入れてって感じなんで、6でもいいし別に4でもいいし、種類の数はね、今回は6種類用意してますけどね、僕はたくさんいろんなね具材があった方がいろんな旨味が入って美味しいと思います。で次はしいたけ、今回は4つ分なんだけど、でこの軸の部分も使っちゃうので、こちら縦半分ぐらいにカットして舞茸たちにポンで、しいたけは薄くスライスしていきます。しいたけで人参、こちら3分の1で皮剥いております。はい、こちらは短冊にしようかな。よいしょ。縦で4つ分に切って、これくらい短冊切りに人参も全部しちゃってください。で今回は前もってね炒めるとかっていう面倒な作業は抜きでやるので、もうほんと炊飯器に入れてほったらかしでできる感じにします。こっちの方がね簡単だからね。であとお揚げとごぼうはちょっと水気切っときます。これはね油抜き必要ないんですけれども、もし普通のお揚げ使って油抜き不要って書いてない場合は、上からね一回ちょっと熱湯をかけて油を落としてからカットしてあげてください。でささがきなんですけれども、これ 110g あったんですけど、そんなにいらないかな、半分ぐらいでいいかなと思うので、50g ほどかな。もうほんと多分ごぼうで言ったら4分の1本ぐらいでいいと思います。であと今回はこちらの生姜で、生姜はねこのままもう皮ごと使っちゃおうかなと思ってるんで、薄い千切りにして、薄い輪切りにしたのを針生姜じゃないですけど細くして、ちょっとね生姜入りすぎちゃうと生姜の味が強くなっちゃうんで、こんなに作ったもののこれの半分ぐらいかな、ほんとこれくらいでいいかな、入れちゃいます。最後鶏肉なんですけれども、こちらね本当は皮面とかからしっかり焼き目をつけた方が最後ね香ばしくも仕上がるし美味しく仕上がるんだけど、今回はお手軽調理ということでこちらやらずに、特にねもうこのまま生のままダイブさせようと思うんだけど、ただどっちにしろこれもともとカット済みのやつなんだけど、大きさはちょっとでかいので一口大にはカットしてあげて、はい、じゃあ鶏肉は一口大にカットで、これだけの材料が揃ったらあとは味付けして炊くだけなんだけど、ここでちょっとワンポイントね。でお醤油とかでね味付けするんだけど、その味付けを一回ねこの野菜の中でやっちゃいます。まずお醤油大さじ3杯で、みりん大さじ2杯で、お酒も大さじ2杯で、あごだしを大さじ1杯で、あともうあごだしを大さじ1/2分の1ほどをちょっと鶏肉に染みさせておきます。あとお砂糖、こちらも大さじ1杯、野菜の方で大丈夫
まあ別に鶏肉もね全部一緒くたでもいいんだけど、なんか気持ち的にね、なんとなくどうせ火かけるんだけど、なんとなくねあれなんで別にやっちゃいます。そしたら野菜類ちょっと混ぜて、しっかり混ぜて、濃い味をしっかり染みさせるので余計な水分とかも出て、これねそのまま別に入れて味付けの具材入れて炊いてもいいんだけど、そうするよりもこっちで一回具材にね味付けをしっかりしといた方が馴染みやすくなるので、この方がおすすめ。コスタリーズポイントですね。そうで、鶏肉も軽くちょっと揉み込んどきます。じゃあこの状態でちょっと5分ほどだけ放置しちゃいます。ではこれ5分ほどつけたお野菜、もうちょっとへたってきてますね。最高。じゃあ、お水浸水してたの全部お水は捨てて、で改めてここにやっていくんだけど、でまずこちらのここに入っている醤油とかのね下味をつけた液体だけ先に入れてやって OK で、これを入れた上でお水入れてください。でまあ炊飯器によってね、これはちゃんとおこわっていう枠もあるんですけれども、まあ、白米だけの場合は今回4合分までなんだけど、それよりちょっと気持ち少なめの水分量でやってください。でお水を入れて、ほんのね気持ち水分量少なく入れたら、ここにね入れなくてもいいんだけど、もし入れてくれたら美味しいよっていうことで、こういうだしパック、今回かつおだし入れるんだけど、これをもともと 6g 入ってるので半分だけ入れます。であごだしプラスかつおだしでね2種類のだしのうまみを入れちゃいます。なかったら別にね入れなくても大丈夫です。あごだしだけでも十分美味しいんでね。こんな感じで全部入ったら、あとはもうこちら入れていきます。具材を。具材多ない？でもこれがうまいんすよ。鶏肉も。じゃあもうあとはこちらを炊飯して炊き上がるのを待ちたいと思います。はい、では炊き上がったのでオープン。すごい。めちゃくちゃいい香りする。はいね。でちなみにまあこのままでもいいんだけど、これをねこういう木の桶とかに入れて、中でねここで混ぜ合わせた余計な水分とかも飛ぶので、ベタつかずにもちもち食感をキープできるので、今回はじゃあこの桶にね入れていきたいと思います。で炊き上がったのを全部こっちに移したので、最後こちら混ぜとくんだけど、見て底気がすごい。これだよね。よし。では具材いい感じに切って混ぜ合わせて、切るように混ぜた方がね。潰れないからね。めっちゃいい香りするんだけど。OK かな。はい。じゃあこんな感じで、まあ炊き上がってから5分間は炊飯器の中では蒸らしたんですけれども、その後はもうこういう風にパッて出してあげた方がべちゃつかずにキープできます。ただまあもちろんね炊飯器の保温機能で保存しといても大丈夫です。こちらで今回のもちもち炊き込みご飯完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。香りがさ最高なんだよね。もう俺も行っていい？今回一緒に一緒に行こう。じゃあ、いただきます。うわ甘い。もっちもちですごくもっちもちなんだけど、一つ一つお米がちゃんと立ってるからめちゃくちゃ美味しいです。もうトロリもね騒いでるもん。もうこれはうめえっつってあ、うまっ。これは本当自慢できるレベルに美味しい。あ、生姜。生姜食べた？生姜のところうまっ。後から少し刻み生姜足してもいいよね。残ったやつをね、こうちゃんが切ってくれた。あ、おこげもうまい。
もういろんな食材がうまみが全部出てる感じが本当にする。やっぱ最初にこうちゃんがさ下味じゃないけどさ5分だけ置いてあげてるじゃん、うん、あれすっごく大切だと思う。うん、素材の味だけももちろん美味しいんだけど、んやっぱこの具材自体がちゃんとしっかり味もしてるからうんちょうどいい。まとまってんだよね、んこの炊き込みご飯食べたらマジで他の炊き込みご飯食べられなくなるぐらい本当に美味しいです。これじゃなきゃ嫌だってなるぐらい、お店でもなかなかこんなクオリティの炊き込みご飯ないからめちゃくちゃ美味しいです。本当にでも入れた刻み生姜は本当にね、うん入れてほしい。もう水加減とかももうバッチシ最強。やっぱ少し水を少なめにしといたからほんといいよね、んその通りに作っちゃってるとやっぱねちょっとべちゃついそうべちゃってしちゃうからまあもっちもちであとは残ったらおにぎりにしてね、次の日のお弁当とかにも持っていけるんで。俺分かんないんだけどさ、これ炊き込みご飯ってもちろんこの出来たてすぐ食べるのも全然美味しいんだけど俺おにぎりにした方が好きなんだよね。わかる。何なんだろう。冷めるとはいやめっちゃもうちょっとだけ食べていいおにぎり用は残したいんだけどちょっとこの出来たてのねちょっとおこげの部分をちょっと最後普通に食べた本当にあとどこ食べても具が入ってるのがこうちゃんの炊き込みご飯っぽくてすごい好き。もう本当どこ食べてもちゃんとおかずがある感じ、それがね最高に美味しいわ。ここだっていい最後、ということで本日はですね炊飯器に入れてスイッチを押すだけで簡単にできる絶品もちもちの炊き込みご飯をこうやって作っていただいたんですけど、もちろんね炊飯器に入れてスイッチを押すだけなんですけどもその前にね用意する食材のねコツとかがねとっても重要だったりするのでこうちゃんのね教えてくれているレシピ通りにぜひ皆さん作ってみてください。本当にねお店とかにも負けない美味しい炊き込みご飯になってるし、次の日のねおにぎりにしてもそれはそれでまたすっごく美味しくなってるので今日本の方もそうなんですけど最近ね海外の方にもたくさん作っていただいてるみたいなので海外の方にもぜひおすすめしたい料理だと思います。もち米本当に美味しい。本当に美味しい。もち米がちょっと入ってるだけでもちもち感が尋常じゃないよね。本当にすごい。噛めば噛むほど甘みもあってうまみも出てくるのでおすすめです、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。